んにちは。おばさんバックパッカーのアイロ70です。お久しぶりです。ヨーロッパの旅が終わって暑い夏を過ごして中国に今回出かけようと思います。今回の旅は8泊9日。簡単に予定を言うと、関空から北京に飛んで、北京で4泊で、その後蘇州に高速鉄道で移動して、そこで2泊で、最後に、上海に移動して、そこで、2泊してきます。なぜ中国に行くかということなんですが、理由が主に3個あります。で、1つ目はこの前ヨーロッパで44万ぐらいお金を使っちゃったんで、ちょっと価格を抑えながらも旅をしたいという理由で中国を選びました。で、2個目はハロートークという語学学習のアプリで中国語を毎日勉強してるんですが、そこでお友達になった方と会いたかったから中国語を選んだんです。結果から言うと、その方とは会おうと言ってたんですけれども、ちょっと最近になってやっぱり会えなくなっちゃって、その人と会うという、目的は達成できなくなっちゃったんですが、きっかけはそういったことがありました。あと3つ目は中国の高速鉄道に乗ってみたかったからです。今回、北京から蘇州まで高速鉄道も予約しました。出発明日なんですが、関空を9時30分発の飛行機なんです。だからもうこの自宅を5時に出るのかなぐらいに出るので、もう前日にパッキングやってしまおうと思います。実はこの度会おうとしてた人と会えなくなっちゃったっていうことがごく最近で、ちょっとショックだったんです。お土産も用意してたし、あったらこんなこと喋ってとか思ってたんですけど、会えなくなっちゃったのがちょっとショックで、なんかあんまり行きたくないなとか実は思ってて、この動画を撮るギリギリまで。でもいろんなものをこう用意して、このカバンをこう取り出した瞬間にすごいまた行くぞというちょっと旅に目覚めてきたので、今ちょっと張り切って動画撮っています。そしたら、用意していきます。本当に被る部分あるんですが、お付き合いください。グレゴリーのコンパス40です。使いやすいです。これが表で、これが裏側。この革の特徴は、ここがこうパカッと開くので、リュックだったら上から詰めていって下のものが取れないということがあるんですけれども、でもこれはこう横に開くので便利です。では、前回と同じでこの部分です。ソーイングセットです。中身だいたいこんな感じです。中国でお手洗いとか、前回上海行った時も、紙がないとかはなかったんですが、ちょっと念のため持っていこうと思ってポケットティッシュを、これ子供がちっちゃい時に使ってたゴーオンジャーあんま覚えてないけど、今回持っていきます。予備の液体量を入れる袋、破れたらまた現地で買わないとダメなので、これ入れておきます。織物シートです。これは今回8泊ですが9枚入れます。これで、下着の洗濯を減らそうという魂胆です。魂胆重いです。前日に用意するというのがあんまりなくって、ちょっと忘れ物がありそうで怖いんですけど、ここ行こうかな。ここ大事なもの、上のトップの部分です。で、ここにちいかわちゃんのこのイヤホンが入ってます。有線イヤホン。そしてこの大事なとこですね。大事なものといえばパスポート。もうこれがないといけません。パスポートはこのエミレーツのこの袋にいつも入れてて、中身は、ボールペンと、日本国のパスポートですね。観光ビザを今回中国の観光ビザっていうのを取ってるので、これがないと入れないんです。で、バスのチケットが2枚ですね。関空に行く。ここにこうメッシュの部分があるんですけど、そこに細かいものを入れます。そう、クレジットカードと日本円を
もしものために1万円持ってます。これここ入れて、リップとミラーですね。これ鏡で、これ多分いつもこのまま持ち歩くと思うので、ここにもう1個ティッシュを入れとこうかなと思ってます。でこの小さいところに入れて、ここにこのバスのチケットを入れようかな。中国はだから全て後で言うんですけど WeChat Pay とかその決済で行くので、財布って特に必要ないんですけど、そしてさっきのエミレーツに入れます。以上かな。次このお尻の部分いきます。旅が進んでいくにつれて洗濯物が出てきたらここにどんどん入れていきます。前回洗濯ネットをすごく持っていったんですけれども、いらないっていう結果になったので、ビニールでよくこう洗濯物を入れるんですけど、あれカサカサする音がすごく気になるので、例えばああいうラウンジとか入った時にビニールの音がとても響いたりとかして、ちょっと恥ずかしいことがあったのでビニール持っていかないです。その代わりこういったちょっと大きめのエコバッグですね。これやったら例えばホテルの洗濯行くにも、ホテルにもしなくってコインランドリーが街に出なくてはいけない時でもここに入れていったらそんなに洗濯物っていう感じにもならないので、この大きいエコバッグ持っていきます。これここに入れて、鍵です。鍵この前も持っていったビニール袋と鍵が2個入ってます。あとワイヤーここ後ろに入れて、これはここでだけ。次メイン入れます。フックにしましょうか。この風呂敷に包みます。今回はもうスカート緑のタイトスカートユニクロで買いました。これ白の T シャツです。パリに行った時も着てた黒のブラウス、ランガリーシャツ持っていきます。これもめっちゃもう古くて人気が入ってますが、北京が一番北にあって、さっき見たら最低気温が14度とかそんな感じなので、そんな寒くないかなと思ってます。プラトップです。あとは部屋着ですね。これも前回と同じです。パリで来た時このT シャツ黒のズボンです。で別にしようかな。部屋着いたらすぐ着たいのでもう包まないことにします。包みます。これを詰めて、このさっきの部屋着ですね、ズボンとシャツ、部屋着いたらすぐ着替えたいと思うかもしれないので、隙間に入れようかな。水物類っていうかトイレタリーセットです。ここにこう溜まってるのが私のメイク道具で、あまり大したものは持ってないです。今回前回と変えたことがあって、ヘアオイルをこの容器に入れ替えました。前もうちょっと大きいの使ってたんですけど、あんなにいらないいうことでここに順番に行くと、これがメイク落としとコンタクトの液で、これが化粧水で歯磨き粉。多分ね、中国はホテルにあると思うんですけど、念のため持っていきます。でちょっと今回心配なの、リンスが台湾とか中国なかったような気がするんで、リンス持っていきます。でコンタクトがもうここに入ってて、で予備でコンタクトを2つ片方ずつですね、ここに入れてます。一緒に今回かさばってるのがこの日焼け止めクリーム、この日間持ちそうにないぐらいの量で、だから新しいの買いました。子供 50g でちっちゃいの。これは使ったもの現地で捨てます。ちょっとなんか前よりやっぱりボリュームがあります。うまく入らないかな。こうして
色付き。うまく収まりました。で、これ入れます。バッテリー類じゃない、これはコンセントとかそういう。ここになぜか絆創膏も入れてます。中国は日本の刺さったと思うんですけど、もし刺さらなかったら、この韓国のタイプ使います。前回行けたので、去年の11月にいた時どっちかがいけるはずだからそれを入れて、次は、下着類ですね。この袋に、パンツが1枚と靴下が2足入ってます。でこれ入れます。でこれが中国人の方とその会おうって思った時に、その8割が好きやったので、その人にお土産で何個か買ったんですけど、そしたら会えるかもとこうしぶとく思ってだからその袋とこのハンカチ持っていきます。と何か現地で助けてくれる人がいたら、実は宅配便を現地で送ろうとしてて、それちょっと後で言うんですけど、その助けてくれた人々にこの大人のふりかけあげようかなと思って、これ持って帰ってくるかもしれないですけど、持っていきます。これをちょっと入れて、ハロートークのアプリでお友達になった人が2人いるんです実は。で1人の人はさっきちょっと会えなくなったちわれちゃんが好きな人と、でもう1人の方はちょっと離れたところに住んではるんですけど、日本の絵本が欲しいっておっしゃってて、そしたら家にいっぱいあるしあげようと思って、本当はその人のところまで持っていこうと思ったんですけど、結構遠くて、でも宅配便を現地でから送ればいいかなと思ったので、やり方あんまりよくわかんないんですけど、ホテルの人とか助けてくれないかなと思って挑戦します。でこれもしできなかったらもう全くこの絵本っていうのは持って帰ってくるしかないんですけど、本当に私の好きな絵本で、これもうすごい大好きです。カバン売りのガラコとうちに帰ったガラコ、細かいところまですごい書き込んであるんで、見ててめっちゃ楽しいです。子供に読んでたやつなので汚れてるんです。黄色い感じであるんで、こんなん送るの失礼かなとも思ったんですけど、向こうも気を使わなくていいかなと思って結構ほこりかぶってたんですけど綺麗にしました。この2冊とコント秋、これはすごい子供もめっちゃ今でも覚えてる古き良き日本がこれ載ってるし、ここに入れて包んでから白くまちゃんのホットケーキとかいう有名な絵本があるんですけど、その袋がちょっと見つかったのでこれに入れて、ちゃんと後でします。こんな感じで宅配便で中国送れるのかな、よく分からへんけど、これもこう持っていきます。そしてヘアアイロン持っていきます。ここで何キロか測りますね。メガネケースです。今かけてるメガネ、これを入れます。この帽子を持っていくかどうか、ちょっと万里の長城に行こうと思ってて、影が何にもないみたいなので持っていきます。ここに入れようかな。パソコンのケーブルですね。ケーブル重いです。割と何キロやろう。ちょっと今回重そう。でこれがメインのところでしょ。で裏返してこのサイド部分です。ここにバッテリーです。中国に全部スマホを使うんで、地図見るのも支払うのもやし、すごいバッテリーがこの去年行って減るの早いなと思ってたんですよ。1万、これが6800の2つをいつも持って行ってます。ここやな。これこんなんもらえます。ビザ申請に行ったら決済がいい。こんなん去年は作っておられなかったのに、いろんな決済できるんだよいうインストールして登録してっていう。これ一応持っていきます。あとこのパリでも持っていってた、でも今回いるかなこれ。そう先にこれを言う。パリではこう肩かけてすり防止のカバンやったんですけど、そんな心配しなくていいので、こう肩にかけるカバンです。いっぱいどんどん入れていけるし、今一瞬この
エコバッグいるかなと思ったんですけど、一応持っていきます。このエコバッグで、あとこの歯ブラシ入ってます。すぐ空港とかでも磨けるように出しておきます。あれや、ほんであれ忘れてた、これ忘れた、歯のリテーナーです。夜だけ矯正したのでメインの方に入れます。リテーナー、お水、ここでパソコン、これで全部。あと持ち物はスマホとカメラですね。カメラの足です。全部詰めた。じゃあ何キロか測ってみます。8.4、前が 8.3 し、そんなにめっちゃ重いわけじゃないな。そしたら重さクリアしたので安心です。明日着ていく服なんですけど、ブラトップとしましま T シャツですね。ブラトップを2枚、T シャツ2枚とブラウス1枚、靴下はだから3枚ですね。で、下がこれもそのユニクロの黒のタイトですね。タイトなんですけど、自転車もちゃんと乗れました。前の11月、去年行った時みたいに自転車現地で乗るのも行けるので大丈夫です。これが明日着る服。そう、ハンカチ1枚持っていきます。スカートのポケットに入れます。次が、中国旅行に欠かせないものっていうのをまとめて紹介します。それがね、4つあります。1個目がさっき紹介した観光ビザです。中国の。でこれがね結構面倒なんですよ。で私の場合、大阪の心斎橋までビザ申請に行ったんです。もうここからやと往復の交通費が2回分いります。申請と受け取り1往復するので3000円いるんで6000円使いました。で観光ビザ代が7750円かかっているので、およそ1万4000円ほどが旅行代金とは別にかかっています。申請がねまた簡単とは言い切れず、証明写真やとか、あとは航空券や宿泊の証明書も提出しないとダメなんです。とても面倒ですが必要だったので申請しました。で中国の、特定の地域とかちょっと詳しくないんですけど、去年上海の動画を上げた時にコメントをくださった方がいて、144時間のトランジットビザっていうのがあって、例えば、日本から上海に飛んで144時間って大体7日間なんですね。で過ごして、帰りの飛行機、上海から関空に帰るんじゃなくて、上海からどっか、例えばソウルとかに飛んで、ソウルから日本っていう風に違う国を挟んだら乗り換えだという風になるから、トランジットビザっていうのが発行されるんですって。だからビザいらないんですよっていう風に教えていただいたので、その方法で行こうかなと思ったんですけど、8泊9日なので観光ビザ申請しました。あとね、次、2個目が中国旅行に欠かせないもの、決済アプリの、アリペイと WeChat ですね。さっきのくれはったやつで説明したこれなんですけど、 WeChat ってこういうアプリですね。ここに日本のクレジットカードを登録して、こういう風に決済でペイペイみたいな感じで払います。私が入れてるのは WeChat Pay と Uber 1、2個目のこの分入れてます。前回上海に行った時もこれで支払ってました。次、3つ目が欠かせないのがバイドゥ地図っていうアプリが欠かせないです。で旅だと Google マップをすごくもう頼りにしてて、もうそれなしではいけないんですけど、中国ではその Google マップ使えないんです。でその代わりをするのがバイドゥ地図なんですけど、
で使い方は Google マップと全く同じなんですが、出発地目的地ってするとこの地下鉄乗って、ここから何分歩いてっていう風に教えてくれるので、もう欠かせないアプリです。で次4個目なんですけど、よく海外行くと SIM とかありますよね。どの動画か覚えてないんですけど、どうされてますかっていう風にコメントをいただいたのでお知らせしようと思って、もう私は楽天モバイル一択なんです。これ3ギガまで1081円っていうプラン使ってて、で家にも Wi-Fi があるので全然いつも3ギガまでいかない感じ。楽天モバイルの何がいいかというと、多分日本の、携帯では国際ローミングできるのが楽天モバイルとアハモだけやったと思うんです。もう現地に着いたらすぐ切り替わるので、全然何も触らなくてもそのままスマホが使えます。で3ギガなんですけど、この前パリ行った時あれ7泊10日したけれども普通に使ってて1ギガぐらいしか使ってない。もう言っても2ギガぐらいしか使ってないと思うんです。3ギガまでは超えてなかったので、ホテルとかに着いたらホテルの Wi-Fi とか使うようにしてはいましたが、ギガ数も増やせるみたいなのでなんか SIM は使ってません。次が、フランス行った時もフランス語頑張って使うようにしてたんですが、使うってもうほんま片言のもっとレベルの低い感じですけど、中国語は3年前から勉強してるんです。で最初は聞く単とか音声聞き流しや、いろんなものを試したんですが、今はスーパーチャイニーズとハロートークに落ち着いてるんです。でハロートークは言語学習者同士の、SNS もできるので、そこでこう友達になったりとかできますし、やってるのは中国語の文章をこう載せると中国語の分かる方が添削してくださるんです。ここで新しい単語や表現を覚えるとまではいかないんですけど、触れ合うようにして回数重ねたら今日よりは明日という感じで勉強してます。明天在機場見面。知ってる？では明日中国行ってきます。